戸って都市全体がキャンプ状態。隣のトトロでさつきとメイが食べる皮で冷やした野菜って本当に美味しそう。最近はフランスなど海外でも弁当で通じるんですよね。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は私たちをキャンプに誘う江戸の生活についてお話しします。新緑の輝く季節になってきましたね。近年コロナもあって日本ではグランピングなどアウトドアキャンプが人気です。不便でも自然と一体となる、これぞキャンプの醍醐味ですが、江戸って都市全体がキャンプ状態と私はふと思ったんです。理由を5つ挙げてみます。理由1、隣のトトロでさつきとメイが食べる皮で冷やした野菜って本当に美味しそうですが、江戸時代は守備木内と呼ばれる幕府が定めた江戸府内の半分が農地でした。そのため野菜はいつも採れたて、野菜は私利私法と言われ、16km 以内のものを地産地消。キャンプ同様冷蔵庫はなかったので、採れたて新鮮な旬のものだけを食べ、それ以外は煮物、漬物で食していました。理由2、キャンプは緑を楽しむものですが、江戸も緑が豊かな都市でした。半分の農地の他にも大名屋敷では広大な庭園を競って作り、裏タモリでタモリさんが、六本木ヒルズや東京ミッドタウン、新宿御苑などもその跡地とおっしゃっていました。都会のオアシスは元武家屋敷だったんですね。理由3、ゴミを出さない。キャンプでゴミや食べ残しは持ち帰ります。現在日本では生ゴミが年間約1000万トン、廃棄場所に困っており、40% が食べ残し、37% が料理くず、13% が賞味期限切れの廃棄だそうです。食べ残しのうち 38% は手つかず食品だとか。一方江戸では都市と農村の距離がとても近かったので、江戸で植物性のゴミをいくら出してもあっという間に広大な農地が吸収してくれ、堆肥となりました。美を守ると書いてゴミですものね。理由4、無駄なく合理的。上手なキャンパーは荷物が少ないものですが、飯盒で炊くお米っておこげがあったりカレーにしたり美味しいものですよね。そのお米こそ江戸時代の主食で、お米と藁を合わせた1000万トン近くが1年経つときれいになくなってしまう作物でした。藁の用途の5割は堆肥、3割は燃料、2割は藁製品。燃やした燃料は藁灰となって紙すきや焼き物の上薬にも使い、残りは田畑に撒いて使い切りました。藁製品では畳が有名ですが、草履やわらじ、米を入れる俵にもしました。無駄のない、無駄の介入の余地のない合理的な暮らしだったんですね。上級者のキャンパーの皆さん、こういう知恵と工夫お好きでしょ？理由5、すべて自然素材。ガス、水道、電気のないキャンプは水を汲み、かまどを石で積み、木で火を起こします。江戸時代そのものですね。江戸の家屋は木と紙でできており、衣類は綿花や蚕、絹。材木以外は米や野菜も含め、昨年度の太陽エネルギーでできるものばかり。放っておけば腐って二酸化炭素となって炭酸同化作用によって再び植物に帰っていきます。江戸時代はだいたい1年から2年前の太陽エネルギーの範囲内で生きていました。エコロジー観念がなくても SDGs そのものでした。まとめると、新鮮な野菜が食べられ、緑が多くゴミを出さず、無駄なく合理的で、全て自然素材。これら5つがキャンプと江戸時代共通の魅力です。
日本の人口は当時と比べ4倍ほどになっているので、単純に江戸に学ぶとは言い切れませんが、キャンプに憧れる現代人の心は常に右肩上がりでないといけないという強迫観念から解放されたがっているように思えます。大量生産、大量消費からよりシンプルにという時代なのかもしれません。辻村瑞希さんが憧れていた作家さんってご存知ですか？おまけの付録レビュー。今日は春のお出かけにぴったり、くまのプーさんエコバッグ&ぬいぐるみポーチです。スプリング2021年6月増刊号の付録で、カバーガールは川口春奈さん。プーさんと同じ顔しなくちゃ。プーさんの上着の色と同じ真っ赤なエコバッグ。折りたたむとプーさんポーチにぴったり入るので、持ち歩く時もテンションアップ。ふわふわ食感のポーチはコスメやコインケースとしても活躍。浅くワイドに広がるエコバッグはペットボトルなら8本入ります。安定感抜群で、デリやお弁当を入れるのにちょうど良さそう。最近はフランスなど海外でも弁当って通じるんですよね。通じるのかしら。どうなんでしょう。まあ通じる人には通じるんでしょうね。いずれにせよ、サステナブルが数倍楽しくなるプーさんのエコバッグでした。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ではではまたね。